パくんです。今こちらにですね、キム・ホンチーさんを招いております。ホンチーさんはですね、朝鮮学校、ヤクザになり、民間に戻って事業を運営しながら、今政治活動をされております。この40年、50年間の間にどのようなことがあったのか気になって、価値観、考え方を聞いていきたいと思っております。前回の動画で主にヤクザの過去について聞かせていただきました。そこから政治家になろうってなったきっかけはどのようなものですか？私がから出てきた時に何も残ってなかった。帰る場所がなかった時に、ヤクザのスカウトヘッドハンティング来たんですよ。全部お断りして、なんで？私はヤクザになりたくてなったんじゃなくて、この人のためだったら命を懸けて守りたいっていう自分の中のステータスが見つかってた人が親父だったんですけど、そのボスが亡くなった。だから自分がヤクザでいる必要がない。サラリーマンをやりたい。それに憧れがあったんですよ。やったことがなかったから、かっこいいなと思って。私はもうボスに対する場所を見失ってしまったから、普通で行きたいですって言ったら、お前の考え方面白いって言って進めてくれたのが自民党でした。ヤクザの親分が、日本の大政党と言われる自由民主党の常任幹事を紹介したんですよ。それが政治に志すというか、興味を持つ、知るきっかけになりました。僕は政治のことよく分かってないんですけれども、はい、今の話はヤクザと政治家が関係があるっていうふうにそうですね。聞こえました。そうだったと言った方が適切ですかね。当時の話ってことですか？はい。当時はどのようなつながりなのか。あたかもクリーンじゃないのにクリーンな世界を担っている顔をしているのが政治家という人たちの顔を立てて裏の仕事をする人たちのこの二分法じゃないですかね。はい、彼自民党に入ったんですか？入ったと言ってもその常任幹事のボディーガードですよね。雑用というんですか。謙遜して言うと。そこで自民党に入ってそのまま政治家になった方が早いんじゃないかな。そう言われるんですけど、やってる内容と私生活を見たとき、やってる内容って、ただ国民を漁ってるだけっていうものを見たのと、私生活では、あたかも仕事をして、もともと警察のすごいお偉いさんだった。でも天下りで、そこの中小企業の人たちを助けます。みたいな仕事の期間に従事しています。でも午後の3時になったらやることないからって言って、赤坂の日本料亭で毎日一緒に行って、夕方5時にはもうベロベロですよ。この人たちのバックボーンでは自分のやりたいことっていうのは違うなって思ってそこは出ましたね。じゃあ今無所属。無所属です。調べたところでは、衆議院でスタートされたというふうに聞いてます。衆議院選。最初に選挙に出たのは、もう8年ぐらい前ですかね。その4年後ですか。に、足立区議選に、出ましたね。区政で。なので国政経験1回、区政の経験が1回っていう選挙の実績ですね。当選してないので、当時の反応はどうでしたか？最初の衆議院選は国政だったというのもあるので、インパクトをもたらせるため、政策公約の中に36度線をっていう風に歌ったんですよ。なんでお隣さんの問題をこっちに持ってくんだよっていうので、選挙ポスターが2日目からビリビリに破られて、ヤフートップニュースですよね。で、保守だ、右だって言い出すのかなっていう風に思ってはいたんですけど、逆に協力的だったというか、お前面白いな。そういう政策公約出し方で出るってどういう人間だっていう風に注目を浴びたと思います。で、区政の時に4年後、真面目ぶって出たんですよ。スピーカーとか絶対やらないみたいな。昼間のお母様も、いきなりスピーカーがガンガン、なんとか党です。橋本真美お願いしますなんてことを言ってたら、お母さん大変だよね。凱旋活動しません。そんなようなことを言って、国民の声だけを代弁者になりますっていう風に言ってたら、それまで4000票以上足立区で応援してくれた方たちが、おい、違うじゃないかと。そのイデオロギー、自分の主義思想っていうものをどこ行っちゃったの？それが答えとして540票ってなったんだと思います。僕は日本の政治家なら、日本のために働くべきだと思ってるんですが、ポンチさんの話を聞くと、日本のためなのか、朝鮮半島のためなのかというと、どちらでしょう？本音を言うと、全てです。48のまだまだ勉強途中の身の人間が、何知ったようなこと言ってんだよとか、そんな3つのこと、大谷翔平でも二刀流なのに、お前何言ってんの三刀流なんてできねえ。言うかもしれないですけど、いや、グローバルに考えたら、何って区分けするから違う。どちらにしても一回の人生でやれることやっといた方がいいよ。それがジャンヌンダルクって言われるのか、チェゲバラって言われるのか、今やるべきこと、今しかできないことっていうのを、みんなそれぞれあるんだから、やった方がいいんじゃないっていうだけですね。韓国と北朝鮮なら外交関係があるから、日本もそちらの関係を考えるのは大事だと思っています。一方、日本における在日
のことを政治活動をして、日本に何がいいんだよ、みたいな。日本国というものを中心に置き、生まれたから、で育ってるから、きっかけになるつながり。それが自分のパイプ、朝鮮。もう一つは韓国。じゃあその三国がみんなで力を合わせるきっかけになるために選挙に出てるだけで、誰かが命をかけて覚悟を決めて、やるぞって鼓舞しないと、おーってついてきてくんないじゃんって感じです、僕は。アバウトでごめんなさいですけど。でも誰かが高々と声を上げないと、嫌われ者になってジャンヌダルクにならないと、誰も時代を変えようなんて覚悟を示す人間いないじゃないですか。じゃあ俺がなるよ。そこまでの力はないけど、自分がまずやってみないと、今しかないぜっていう感じです。結果はそのうちついてくるから、自分がパッと思った時に、一回一歩踏み出してみたんですよ。あとはなんとかなりますよ。生きてりゃ。選挙に出ているのは、当選されたい目的が大きいのか、そういうメッセージが大きいのか。メッセージが大きかったです。1回2回は。そうしたら、応援してくださるコアな方々っていうのが、誰しもにいるじゃないですか。僕にもいて、その方たちが、やはり当選しなければいけないというふうに声をたくさんかけてくださるようになって、当選を意識するように今はなってます。売名なんじゃないかコメントも見かけたことがあるんです。売名だったらもっとインパクトだけエンターテインメント演じますよ。お金かけて裸踊りして事件になればいいんですよ。それ3つやってないんですもん。すっげえ綺麗事言いますけど、心からのパッションですよ。だから売名行為って言われてもいいんじゃないって。そう思うんだったら。でも自分たちの人生に卑屈にはならないでね。愚痴を言ってるだけではもう前進しないですよね、何も。今は当選を意識して活動されているとのことですが、はい。具体的にはどのような？まずは資金力ですね。仕事をバリバリ充実してます。朝希望とともに起き、昼健全に働いて、夜感謝とともに眠るっていう日々を送ってますね。そこで資金力をつけて、その地力の上でやりたいような皆さんが受けてくれるパフォーマンス、エンターテインメントをできるように頑張ってます。政治家になるってなったら、何らかしらの専門性とか、能力は必要だなという個人的に思っています。どのようなことを市民のためにできるのか。思いがあれば何でもできる。簡単に言うと、子供が事故が起きる横断歩道のない、信号がない道路だから、ここに信号をつけてくれ、横断歩道をつけてくれって言ったら必ずつけますし、事故を減らそうって言うんだったら事故も減らせられるし、ここの区ではあまり事故が多い。で、経済の方、治安が良くない。で、思いがあればそれも直せるし、と考えてます。すべてのこと、自分の熱いパッションを貫けばできるんじゃないかなとは思っていますね。根拠になる活動例はありますか？辻立ちでしょうね。もう3年間365日立ててるわけじゃないですけど、日曜日、休日、祭日なく、毎日朝、ある所定の最寄り駅のところで、皆さんにご挨拶をするっていうのに、最低でも30分、長い時は3時間、4時間、同じところに毎日立ってるっていう活動を自分の中でやってますね。この3年目です。今までの活動のモチベーション的なところは何ですか？声ですね。もう毎日、朝、辻立ちをしていたら、初年度は、大きいカバンを、華奢な体で、ネクタイの締め方もわからない、中学1年生が、初めてここの駅を通ったよっていう風に、下を向いて歩いてきた子が、もう3年やってると、3年生ですから、髪型も色気づいて、ネクタイなんて締めず、カバンを横着に持ちながら、偉そうに大きくなった体で歩いてる男の子を見て、最初は僕が怖いなって思って、おはようございますって言っても、会釈もしなかった子供が、1ヶ月経っていくと、会釈だけしてくれるんですよ。2年目は、おはようございますって言うんですね。3年目になってくると、僕がこうやってやる前に、僕が立ってるのを、遠目で階段から駅から上がってきたら、僕が立ってるのを見たときに、笑顔で笑ってくれて、おはようございますって言ってくれるんです。この声を裏切れないですよね。じゃあ今、両親に手を置いて、朝鮮学校とヤクザと縁を切ったって言える状態です。いや、縁を切ってないですよ。それは、今の僕の政治、そして生きてる糧の礎になってると思います。朝鮮学校だったという反骨心だったり、プライドやクソみたいなメンツだったり、で、ヤクザやってきた時の下積み部屋積みってぶっ飛ばされた数とか、流した私の今のモチベーション。朝鮮学校なら北朝鮮のためなんじゃないかとか、ヤクザなら犯罪してるんじゃないかとか。で、今でそういったネガティブなところは手を置いてるイメージですか？ちょこっとずつはありますね。
嘘もつきたくないし、ついてもしょうがないので、北朝鮮というものに親戚もまだ残ってるんで、ただ連絡が取ってない。ただ朝鮮というものに対しては大事にしたいなって思う気持ちもあります。ヤクザに対しても付き合いが全くないって言っても全部は切れないですよね。切り切れないですよ。みんな電話持って電話繋がってりゃ困ったなって思えば助けてっていう時は電話かかってきますよ。昔の仲間助けますし。それがなかったら政治家になる必要ないんじゃないですかね。で、犯罪は今、ない。犯罪はやってないです。そこだけは。捕まっちゃったら終わりなんで。今まで生きてきた私の人生で、恐怖、バイオレンスというものは付き物でした。犯罪はやってません。捕まったら終わりだから。って考えは嘘偽りないんですよ。でも、私の存在がもう脅威でしょうね。何をするにしても一挙手一投足、一言一句、民間でもそうですし、もちろん社会性もそうですし、背伸びして言うと政治もそうだと思います。政治家も僕が政治家になった時は、どのようにガチャガチャにされるのか、いい意味でですね、覆されるのか、総連と政治家のつながりだったり、お金の出たり入ったり、そういったものも今後私が生きてればというもので締めた方が、パクさんの動画の意味もあるかもしれないですね。はい、というところで、3回にわたり、なぜ朝鮮学校に入ったのかと、なぜヤクザになったのかと、そしてなぜ今政治家になったのかについて話聞かせていただきました。ヤクザいいとか、もう朝鮮学校いい悪い、そういう話ではなく、どう受け取るかっていうのは、視聴者の、皆さんの次第だと思っております。はい、そしたら本地さん、取材に応じていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。